今回はですね、地政学的な、大きなうねりの中で、あるアパレルメーカーがどうやって生き残り、それどころか成長のチャンスをつかもうとしているのか、そのリアルな姿に迫っていきたいと思います。具体的には、ジェラーシュホールディングスという会社ですね。このケーススタディを通じて、今の世界の貿易がどうなっているのか、その現実を一緒に見ていきましょう。さて、この引用、ちょっと難しい言葉が並んでますけど、要するにこういうことなんです。問題の根っこには、アメリカの建国に関わった人たちの、二つの考え方の対立があるんですね。片方は、緊急事態なんだから大統領が素早く決断すべきだっていう考え。もう一方は、いやいや、経済のことは議会がちゃんと管理しないとダメだっていう考え。この昔からの対立が今、法廷でぶつかり合ってて、それが国際貿易の世界をもう根底からひっくり返してるんです。とてつもない困難と、でも同時に驚くようなチャンスも生み出してるんですよ。というわけで、今回はこんな流れで進めていきます。まず、関税という大きなテーマから入って、それがアパレル業界の地図をどう変えているのかを見ていきます。そして、そのど真ん中にいる会社、ジェラシュホールディングスにぐっと焦点を絞って、彼らがどんなリスクとチャンスに直面しているのか、具体的に掘り下げていきたいと思います。はい、では最初のセクションです。そもそも、なんで今こんなに関税が大きな問題になってるんでしょうか。実はこれ、話は50年近く前に遡るんです。ある法律と大統領が出した国家非常事態宣言、これが全ての始まりでした。それがこの国際緊急経済権限法、通称 IEEPA と呼ばれる法律です。これもともとは本当に異常な脅威、戦争とかそういうレベルの話に対応するための法律だったんですね。ところがアメリカ政府はこれを根拠にして大規模な新しい関税をかけるっていう手段に出たわけです。もちろん表向きの理由はアメリカの労働者を守るためだとか不公平な貿易をやめさせるためだとかそういうふうに言ってるんですけどね。その結果、今まさに大統領って一体どこまで経済に口出しできるのっていうものすごく根本的な問題をめぐって大きな法廷闘争に発展しちゃったんです。多数派は議会の許可なしにこんな重大なことを決めるのはおかしいと言っていて、反対派はいや、この法律はそもそも大統領に強い権限を与えるために作られたんだと主張している。で、この決着は今最高裁判所の判断を待っているという状況なんですね。さて、セクション2です。こういう法的な争いってなんだか遠い世界の話に聞こえるかもしれませんけど、とんでもない。特にアパレル業界にとってはもう直接的で数字ではっきりわかるレベルの影響が出てるんです。じゃあ具体的にどんなことになってるのか見ていきましょうか。いやちょっとこのグラフ見てください。この上がり方衝撃的じゃないですか。2025年の頭には 15% 弱だった平均関税率がですよ、たった半年で 26% 以上にまで跳ね上がってる。これ過去何十年というレベルで見ても最高の水準で、服を作ってる会社も売ってる会社もとてつもないプレッシャーにさらされてるってことなんです。しかもですね、この影響って国によって全然違うんですよ。他の中東の国々の多くは 10% なのに、なぜか今回取り上げるヨルダンだけが 20% っていう突出して高い関税をかけられちゃってるんです。これはちょっと不思議ですよね。じゃあその結果何が起きたか。もうサプライチェーンの世界で地殻変動みたいなことが起きてるんです。このグラフがそれをはっきり示してますよね。中国からの輸入がなんと 38.4% も激減。その代わりに生産地がどこに移ってるかっていうと、ベトナム、そしてそう、ヨルダンなんです。ヨルダンは 21.6% も増えてる。すごい伸びですよね。さあ、ここからが本題です。この世界的な生産地のシフト、この大きな流れの恩恵をまさに受けようとしている会社、それが今回の主役であるジェラッシュホールディングスです。ナスダックに上場していて、ティッカーは JRSH。まさにこの貿易戦争という嵐のど真ん中にいる会社というわけです。じゃあ、ジェラシホールディングスってどんな会社なのか。ヨルダンにあるスポーツウェアとかアウター、上着ですね。そういうのを作ってるメーカーです。年間1200万点以上も生産してて、従業員も4000人以上いる。で、作ってる相手がすごいんですよ。ザ・ノースフェイスとかニューバランスとか、皆さん絶対知ってるような有名ブランドの服を実際に作ってる会社なんです。彼らの強みは何といってもその品質の高さ。
他の会社より法制が丁寧だって評判なんです。だからこそザ・ノースペースの親会社である VF コーポレーションみたいな巨大企業ともう何十年っていう長い付き合いがあるんですね。この VF コーポレーションとの関係は特に深くて、売上のかなりの部分を占めるまさに最重要パートナーなわけです。はい、ここまでは良い話でした。でも、ここからが本題なんです。追い風だけじゃない。むしろ、とんでもない逆風も吹いてるんです。ジェラ氏はこの高い関税っていう向かい風、そしてこの地域特有の不安定さという嵐に、一体どうやって立ち向かっているんでしょうか。これはもう、二つの戦いを同時にやってるようなもんです。一つはさっきから言ってる新関税。そしてもう一つが、この CEO の言葉にもあるように、物流の問題なんです。イスラエルのハイファ港っていう港が地域のゴタゴタのせいで大混雑してて、荷物がなかなか出せない。出荷は遅れるし、コストはどんどん上がるしで収益を直撃してるわけです。でもゼラ氏はここで縮こまったりしないんですよ。むしろこれをチャンスと見て、完全に攻めの姿勢なんです。まず、工場の拡張を終わらせて生産能力を 15% もアップさせてる。実際今年の12月末まで工場のスケジュールはもう予約でパンパンだそうです。さらに新しいパートナーと組んで大型の注文も確保してる。中国から逃げてきた仕事を取り込むぞっていう気概がすごいですよね。さあ、最後のセクションです。ここまでの話を聞いて、投資家としてはまさにジレンマに陥りますよね。この会社の成長ストーリーはものすごく力強い。でも、地政学っていう自分たちではどうにもコントロールできない巨大なリスクもある。果たして、この会社の強さは、そのリスクを乗り越えられるほど本物なんでしょうか。この表が、そのジレンマをすごくわかりやすくまとめてくれてます。チャンスの側を見ると、やっぱり、脱中国の流れに乗れるっていうのが一番大きい。注文もどんどん入ってきてて、そのために生産能力も増やしてる。いいことずくめに見えます。でも、リスクの側を見ると、港の混乱、高い関税率、それから特定のお客さんへの依存度が高いこと、そして景気全体が悪くなったらっていう、深刻な問題がずらっと並んでるわけです。じゃあ株式市場、つまり他の投資家たちはこの状況をどう見てるんでしょうか。結論から言うとかなり慎重ですね。この EV/EBITDA っていう指標会社の価値を示す一つの物差しだと思ってください。これが業界の平均が 7.57 倍なのに対してジャラ氏は 5.9 倍、つまり割安に評価されてるんです。これはさっき挙げたたくさんのリスクが株価の重しになってるってことの何よりの証拠ですよね。結局のところ、このジャラスホールディングスのストーリーってただ一つの会社の話じゃないんですよね。問いかけられてるのはもっと大きなことなんです。つまり、どんなに優れた現場力、オペレーションがあって、どんなに賢い戦略を立てたとしても、地政学というもうとてつもなく大きな波には勝てないのか、それとも乗り越えられるのか。この問いの答えがどう出るかによって、これからの世界のものづくりの未来が大きく変わってくるのかもしれません。今回の解説はここまでです。